有機物が多い培養土を使ったら根が育っていなかったので、原因を調べてみました。鉢植えのバラにいろいろなバラの土を試していますが、去年は有機物多めの培養土を使って大失敗しました。その培養土にはバーク、もみ殻、腐葉土、ピートモスなどがブレンドされていました。なんとなく完熟してるのかなと思いながら使った土ですが、年明けから開花期までの間、去年は雨が多かったこともありましたが、私のバラは今までにない弱々しい感じがしていました。そして冬、根っこはどうなっているのか。去年、新しい培養土を買ってワクワクしていた自分を思い出す。去年はお気に入りの培養土に赤玉土を足したものを使いましたが、根張りが良かったです。バラの講習会で質問してみました。有機物が多い土を鉢植えに使ったら、すごく調子が悪かったのですが、バークが入っていませんでしたか、もしくは完熟していなかったか。自然界では落ち葉や木のかけらなどの有機物を小さな微生物たちが植物の根が吸収しやすい形まで分解し、土の中まで養分を溶かし込んでくれる。土の中に良い微生物たちがたくさんいると、土をふかふかにしたり、元気な土だけど、良い微生物が減って、土の元気がなくなると、元気のない土を狙い、悪い病原菌がやってくる。自然界では、葉を落としたり、枯れた植物、虫や動物たちが生命を終えて、有機物として供給される。良い微生物の多様性が大事。畑では、人が発酵させた有機物を土に入れる。なぜ発酵させたものを入れるのか。発酵させていない新鮮な有機物を土に入れると、微生物が大繁殖する。有機物が分解されるとき、微生物は土の中の窒素をエネルギーとして使うので、植物が利用できる窒素が一時的に不足して、植物の生育が悪くなることがある。ガスの発生。
有機物を分解するときに、微生物が出すガスが植物の根の成長を妨げる恐れがある。酸素不足。未発酵の有機物がたくさんあると、分解のために微生物が酸素を消費するので、根に必要な酸素が不足することがある。完熟とは、分解が進んで成分が安定し、根に悪影響を与えない状態のこと。なので、ある程度まで発酵させることが大事。急激に増えれば、根を傷める可能性。安定すれば土壌改良に。有機物がほとんど分解されれば、養分へ。そして、完熟していない有機物は、害虫や病原菌の住処になる可能性もある。コガネムシの幼虫などは、未分解の有機物が好き。限られた土の量で微生物も少なく、空気の通りも悪い鉢植えでは、有機物の量や質は、もっと大事ではないのかと思いました。それと、気になったのはバークが多いと黒点病になりやすいのではないか、ということ。黒点病に対して一番厄介なのは、完熟していないバークなのではないか。培養土の原材料を見ると、よくバークが入っているので、培養土を作っている園芸店の店員さんに聞いてみたことがあります。バークは何のために入れているんですか？バークを入れると通気性が良くなるんです。あとは価格が抑えられるので。バークは硬く、分解しにくいもの。硬いので、細菌などの微生物には分解できない。なので、この硬いバークは、まずカビによって硬い部分は分解され、中の細胞がむき出しになってから、細菌たちが分解できるようになる。この特性を考えると、発酵されていないバークは、カビがやってくるので、環境により、黒点病などの病原菌になるカビの住処になる可能性もあるということ。温暖な地域で、雨も多く雨ざらしで育てている私のバラは、特にカビにとっては良い環境。そこに黒点病の菌がいれば、黒点病の良い住処となるのではないか。特に私は消毒はしないので、黒点病の住みにくい環境にするのが大事だと思いました。今年新しく買ってみた培養土。バークが結構入っていたので、使うのはやめました。今年の土はどうしようか悩みまくり、図書館に行き、いろいろな人が書いたバラの本を読み漁ってみる。バラの培養土としか書いていないものもあったけど、基本は赤玉土と腐葉土と書いてあるものが多かった。割合は赤玉土が6割から7割で、ピートモスか腐葉土が3割から4割。今年は赤玉土を多めにして、有機物を少なめにすることにしました。赤玉土は水を含み、ゆっくりと乾く。肥料の成分も捕まえて、根に届ける。形を保った粒の赤玉土は崩れにくく、水と空気を程よく通してくれる。そして、植物の根にとって居心地の良い弱酸性。無菌で清潔なので、病害虫が寄りつきにくい。
だけど、水やりや雨などで、だんだん崩れてくるので、崩れると通気性が悪くなる。粉塵を透明のスリット鉢に入れて、お水を入れてみた。しばらく置いてみたけど、全然水が抜けない。粒がちゃんとあるもの。根は呼吸しているので、空気が必要。そして、空気の質も根の生育に影響があるそうで、空気の質を悪くするものに、先ほどの未分解の有機物を分解するときの微生物の呼吸や、根が出す二酸化炭素などがあるので、良い空気を送る隙間を作る。そう考えると、分解の影響を受けず、骨格が安定した土の割合は大事だな、と思いました。鉱物性の素材には空気を悪くする問題がなく、バーミキュライトやパーライト、軽石などがありますが、私は重いけど安いので、軽石や山砂を使っています。もし、近くのお店に粒の大きさと、お値段がお手頃なバーミキュライトがあれば、バーミキュライトは水はけだけではなく、肥料持ちも良くなるので、良い鉱物だと思います。私は肥料持ちを良くするものとして、ゼオライトを入れています。無機質なものだけでも植物は育ちますが、水持ちや水はけを良くするために有機物も必要。水持ちはピートモスの方が良くて、腐葉土は養分の供給に良い。ピートモスは分解されにくいので、養分にはなりにくい。腐葉土は落ち葉 100% がいいですよ。腐葉土は落ち葉だけのものが良いと聞いていましたが、よく見たら、木の皮と枝も入っているやつだった。木のかけらが結構入っている。取り除いて使うことにしました。ピートモスはこれを買いました。私はピートモスの水をあげたときに、水を弾く使用感が好きではなかったのですが、このピートモスは、ふわふわで水を弾く感じもなく、良かったです。今年は赤玉土を基本に、腐葉土かピートモスを 30% くらいにしてみました。有機物を少なめに 20% くらいにしてみたものもありますが、植え替えして1ヶ月くらいですが、暖かくなってきて、有機物を 20% くらいにしたものは、少し乾きが早いように思いました。根は土が乾くときに伸びますが、乾くのが早すぎると、夏の水やりが大変だなと思いました。土の世界は奥が深い。まだまだわからないことだらけ。今年は赤玉土を基本に、腐葉土かピートモスを 30% くらいにしてみました。有機物を少なめに 20% くらいにしてみたものもありますが、
植え替えして1ヶ月くらいですが、暖かくなってきて、有機物を 20% くらいにしたものは、少し乾きが早いように思いました。根は土が乾くときに伸びますが、乾くのが早すぎると、夏の水やりが大変だなと思いました。土の世界は奥が深い。まだまだわからないことだらけ。